はい、どうもこんにちは。今回はですね、プレミアプロで使えるアメコミ風のテキスト、しかもテキストボックスの自動調整付きで、色も自由、フォントも大きさも文字間も自由に調整できて、なんと色収差もつけれることができるアメコミ風のテロップの作り方を紹介したいと思います。ちょっと前にですね、質問コーナーをさせてもらったんですけども、アフターエフェクツで作ったテロップをプレミアプロに読み込む、いわゆるエッセンシャルグラフィックスっていう機能があるんですけども、それの使い方をね、教えてほしいっていう要望がありまして、僕自身ね、大してプレミアをあんまり使わないので、どうやってやるんじゃろうと思って、いろいろね、研究をずっとしてたんですけれども、今回ね、ちょっと研究がてら、スパイダーバースっていうね、映画を見たっていうのもあって、このね、アメコミ風のテロップ、開発してみました。このエッセンシャルグラフィックスっていう機能結構便利で、特にですねアフターエフェクツの最新版いわゆる CC2019 を使ってる方限定に今回はなっちゃうんですけれども、その CC2019 だといろんなね要素をプレミアに持っていくことができるので、今回はねどんなものが持っていけるかっていうところも解説していきたいと思います。ちなみにですね、今回 CC2019 を持っている方は一緒にね合わせて作っていただいて構わないんですけれども、とりあえずそのテロップだけプレミアで使いたいって方はモーションエレメンツのねサイトで販売してますので、もしよかったらそちらからご購入ください。もちろんねアフターエフェクツ使える方は一緒にね作っていただいてプレミアでね存分に使っていただいて構いませんので、そちらねどっちを選ぶかはご自由にしていただければなと思います。ちなみにですね、今回一緒に作っていくっていう方は概要欄の方に必要素材のダウンロードリンクを貼ってますので、そこから素材をダウンロードした状態でスタートしていただければなと思いますので、早速行ってみましょう。まずは After Effects での作業からやっていきます。概要欄の方からこのハーフトーンっていうね点々の素材をダウンロードしておいてください。で、これを使って作っていきます。で、今回ね、もちろん、最終的にはプレミアに持っていくんですけど、アフターエフェクツ上でもね、こんな感じで、ちゃんと自動調整されるという感じで作っていきます。はい、それではやっていきましょう。新規コンポジションを作ります。で、今回フル HD のデュレーション20秒にしてるんですけど、普段ね 4K の編集とかされる方はもしかしたらこのプリセット 4K の方がいいかもしれません。僕はねあんまり 4K でテロップを入れることがないのでフル HD でやっていきます。名前をじゃあ埋め込みテロップとしておきます。はい。でデュレーションはそのエッセンシャルグラフィックスでプレミアに持ってった時にこのデュレーションが依存するので、例えばこれが1秒とかだと向こうに持ってった時に尺がね1秒になっちゃうんで、なんか20秒ぐらいにしとけばとりあえず困ることはないんじゃないかなっていうので20秒にしてるんですけど、皆さんねこの秒数に関しては普段何秒ぐらいねテロップを出す予定があるのかっていうので、このデュレーションのね秒数決めていただければなと思います。これで OK をします。はい。でまずこれですね、長方形ツールで塗りをじゃあなんか黄色にして線を黒にしておきます。でなんか良さげなところでパッと書いていただいて、環境設定でシェイプレイヤーが中心になってないかもしれないですね。これですねごめんなさい。シェイプレイヤーの中央にアンカーポイントを配置を初期設定で入れておけば、シェイプレイヤーを作った時にアンカーポイントが自動で中央に行きます。はい。で線幅をこれぐらいかな、15にしておいて、テキストツールで文字を打っていきます。じゃあ、アメコミ風としておきますか。で、フォントなんですけど、今回は、Adobe Typekit の中でダウンロードできるこの TB カリグラゴシックっていうのを使います。
これがね、ちょっとコミック風で可愛いんですよね。で、色は黒。で、サイズはこの四角に合わせて、ちょうどいいぐらいにしといてください。で、それぞれコントロールプラスホームでね、このコンポジションの中央に配置することができるんで、両方とも中央に配置しておきます。で、これで一旦準備は OK で、まずここのね、ソース名のアメコミ風ってやつを、名前をテキストにしておきましょう。で、この下は、まあ、ソリッドとしておきましょうか。何でもいいんですけど、ね。まあ、この上のやつは、今からね、全自動テキストボックスの作り方っていう動画でやってたテクニックを使って、文字サイズに合わせて、このボックスが自動で調整されるように作っていきます。コンテンツの中の長方形パスのサイズのところに、オルトキー、Mac の方はオプションキーを押しながらクリックして、概要欄にあるこのね、これをね、コピーして、サイズのところにペーストしてください。こんな感じでペーストします。そして、位置のところも、オルトキー、Mac の方はオプションキーを押しながらクリックして、概要欄に貼ってある、このね、エクスプレッションをコピーして貼っておきます。で、貼り終わったら、このね、ちょっとずれてると思うんで、これを、コントロールオルトホームとコントロールホームで中央に持っていっておきます。そして、ソリッドをテキストレイヤーに親子付けで、テキストをね、親にしておきます。で、このコンテンツの中の追加、よいしょ、ここクリックして、パスのオフセットっていうね、項目を1個追加します。で、これを入れることによって、このパスのね、オフセットを追加すると、この四角の大きさが大きくなるので、こんな感じで調整しておきます。ここにね、エフェクトを一つ適用します。エフェクトのラフエッジですね。ラフエッジ。このスタイライズの中にあるラフエッジ。これですね。これをテキストボックスの方に適用します。そうすると、こんな感じでエッジの部分がちょっとね、ガビガビになって、よりね、コミックっぽくなるんですけど、数値をね、このエッジを見ながら調整していきましょう。よいしょ。縁の前にスケールからやっていこうかな。スケールを25ぐらいかな。25ぐらいにして、複雑度を10。で、縁をあんまやりすぎてもあれなんですよね。シャープを2。4かな ?4 ぐらいで、縁を2。こんぐらいにしましょうか。縁をね、2。エッジのシャープネスを4。スケールを25。複雑度を10にしておきます。で、これをですね、ラフエッジをコピーして、テキストの方にペーストします。そうするとなんかこう文字もね、ガビガビになっていい感じになります。で、こっちはちょっとあんまりかかりすぎると視認性が悪くなるんで、縁をじゃあ 0.5。エッジのシャープは3でいいかな。で、スケールもちょっとちっちゃくして、12ぐらいにしておきます。こんな感じですね。ほい。ここまでできたら、このソリッドをコントロール D で複製して、このソリッド2の方の名前をシャドウとしておきましょう。そして、もう普通に位置を
左下にずらしてもらって、で、この塗りを黒にしておきます。そうするとこんな感じで影ができました。でそして、このね、影の大きさも全部がリンクするように作っていかないといけないんで、まずですね、このソリッドの中のコンテンツ長方形のパスのオフセットですね。パスのオフセットの量をコントロールオルト C、Mac の方はコマンドオプション C でコピーします。で、そしてこのシャドウの方のパスのオフセットの量のところにコントロール V で貼り付けると、こんな感じでね、プロパティリンクがつけることができるんで、こっちの量と連動するようになります。これをね、30、45にすると下も45になりみたいな。これ便利なショートカットキーなんで覚えておいてください。あとはトランスフォームですね。トランスフォームのスケールをコントロールオルト C でコピーして、トランスフォームのスケールの部分、こっちのシャドウのね、スケールの方にコントロール V で、プロパティリンクをコピーしておきます。で、この鎖マーク外しておきましょうか。両方とも。これ。こうすることによって縦横比が変えることができます。で、回転はいいか。回転はもうテキストの方で変えればいいか。はい。じゃあ一旦これでいいんですけど、このソリッドの方のスケールの X をちょっと伸ばして、形だけ綺麗にしておきましょう。今、X を115にしておきますか。そうすると縦横比がね、ちょっと変わって、収まりが良くなりました。はい、これでね、一旦 OK で、次にね、ハーフトーン、この点々のお配りしてたやつ、これを上にね、かけていきます。まずこのハーフトーンの画像を一番上に配置してください。で、このモードを焼き込みカラー、これですね。にして、このソリッドのシェイプレイヤーをコントロール D で複製します。で、一番上に置いて、これのですね、線をなしにします。そして、トラックマットのアルファマットで適用しておきます。そうすると、このエリアだけが点々が入るので、いい感じのね、コミックっぽい感じになりました。で、例のごとく、この上のソリッドも、こっちとね、サイズを連動させないと、例えば、こっちだけを大きくしたときに、こんな感じで、下のね、点々が非表示になっちゃうんで、このソリッドのコンテンツのパスのオフセットの量も、ここをコントロールオルト C、Mac の方はコマンドオルト C でコピーして、上の方にコントロール V でプロパティリンクをつけておきます。で、縦横比もコントロールオルト C でコピーして、ここにプロパティリンクをつけておくと。これで基本的には OK かな。はい。こんな感じでアメコミ風のテロップができました。もちろんね、これ文字を打ち直してものテロップと。こんな感じで自動で調整できるし、サイズが大きくなってもね、点々も一応この画面内全部にね適用されてるんで、ずっと入ってるという感じになります。やだ、便利。よいしょ。じゃあ、これをね、どうやってプレミアの方にね持っていくかっていうのを解説していきます。まず Windows の Essential Graphics を開いて、これね、Windows の Essential Graphics、ここにあります。で、なんかいい感じの位置に置いといてください、Windows は。で、ここで、コンポジション選択でこのアメコミテロップを選択します。で、ここにね、いろいろ
適用とか入れていくんですけども、要はこれはプレミアの方に持っていきたいデータをここに引っ張ってきます。まずテキストの中の見えにくいかな。よいしょ。テキストの中のソーステキストを上に入れ、そうするとここにね、入るんですよ。こんな感じで。で、これがプレミアに持っていけるという感じになります。で、トランスフォームの位置とスケールはいいか。回転ですね。回転を入れときます。で、このソーステキストのプロパティを編集っていうのをクリックすると、こんな感じでね、出てくるんで、このカスタムフォントの選択を有効にすると、フォントサイズ調整を有効にする OK を押すと、こんな感じでフォントとサイズのね、調整のデータもね、持っていくことができます。これ名前が変えれるんで、なんかわかりやすいように、全体の位置とか、全体を、全体の回転とかにしとくとわかりやすいです。で、次はね、この下地の、この長方形パスの中の塗りか、この塗りのカラーを持っていって、これは下地の色ですね。下地の色と。で、パスのオフセットの量を持っていって、これが下地の大きさと。そして、このスケールですね。トランスフォームの中にあるスケールを持ってって、これが下地の縦横比ということになります。こんなもんかな、下地は。で、シャドウも位置をね、調整することがあると思うんで、影の位置としておきます。で、これ動かせば、こんな感じで影の位置がね、動かすことができるんで、ちょっとなんかサイズを大きくしたときに影だけ微調整したいってときには使えるんじゃないかなと思います。あと、そうだ。文字間がいりますね。文字間はこのテキストの中のアニメーターの字送りを追加して、このトラッキングの量をこの中にね、入れておきます。よいしょ。で、これで、わかりやすいように文字間としておきましょう。そうすると、こんな感じで文字間をね、広げたり縮めたりすることができます。あとは、あとやるとすれば、このハーフトーンの不透明度ですよね。トーンの濃さとしておけば、こんな感じで、こうね、トーンの濃さが調整できるんで、例えばこれなんかこう、ちょっと濃いめの赤とかにしたときに、トーンがちょっと濃いなって思ったら、ちょっと薄くしたりとかしたら結構見やすくなるんで、こんな感じでしておきましょうか。あとは文字の色か。文字の色もいりますね。じゃあこのテキストにエフェクト。基本的に黒でいいと思うんですけどね。文字の色変えたいって場合もあると思うんで、この塗りをね、入れましょう。そして、色は黒にしておいて、このカラーをエフェクトのこれですね、カラーを持っていきます。で、文字の色としておきましょうか。かなりいい感じですね。よし、じゃあ最後に仕上げで、コントロールオルト Y、Mac の方はコマンドオプション Y で調整レイヤーを上に追加します。で、レイヤー名を、RGB としておいてください。色周差をね、入れていきたいと思います。で、ここに一番上に色かぶり補正になったんだっけ。前はね、色合いっていうエフェクトがなんか CC2019 の最新版から色かぶり補正に変わったらしく、なんかそのねコメントが僕の YouTube に大量に来てて、なんだと思ってたんですけど、そういうことらしいです。で、このブラックをマップに
青ですね。このですね、カラーを R と G を全部0にしてください。間違えた。00にすれば、真っ青になるんでね。色タグで言うと 0000FF ですね。で、OK をして、ホワイトマップの方は逆に真っ赤にします。できましたね。色で言うと FF0000 です。で、OK をして、で、ここの RGB のね、レイヤーにエフェクトを2つ入れます。1つ目はエンボス。エンボスを入れて、で、もう1つ目は CC コンポジット。CC コンポジット。これを適用します。で、CC コンポジットのこのコンポジットオリジナルをオーバーレイにして、で、あとはこのレリーフの数値を上げると、RGB がね、ずれます。ただ、ずれた時の角度感がもうちょっと横の方が個人的には好きなんで、75度ぐらいにしときましょうか。がぜんアメコミっぽいっすね。ちょっとだけね、こう入れとくと、わかります？この感じ。この、ちょっとだけこう、色収差が入ってる感じがなんかこう、アメコミっぽくていいんじゃないかなと思います。で、ここまでできたら、この RGB の、もうね、とりあえず色収差なしの状態をデフォルトでいいと思いますよ。毎回その色収差ってちょっとこうね、演出的にこう入れていくもんなんで、毎回入ってるとね、ちょっとうざいと思うんで、とりあえずこれは0にしておいて、このエンボスのレリーフをこのエッセンシャルグラフィックスの中に入れて、これを、色収差としておきます。はい。こんな感じですね。で、ここまでできたら、この名前の名称設定を、アメコミ風テロップとしておいて、このモーショングラフィックステンプレートを書き出しっていうボタンがあるんで、これで書き出します。で、プロジェクト保存 C の、で、このローカルテンプレートフォルダを、もうこれでいいですね。で、この2つは別に、何ですか、チェック入れなくてもいいんですけど、チェック入れててもいいです。で、キーワードは、じゃあなんか、アメコミとかにしとけば、引っ張りやすくなるので、こうしときます。で、OK を押します。はい。で、これで書き出しました。で、プレミアを開いてください。はい。プレミア開いたら、プレミアのね、細かい使い方はちょっと省きますね。Windows のエッセンシャルグラフィックス。よいしょ。これですね。これを起動します。で、そうすると新しくね、こうパネルが出てくるんで、もうここで検索しちゃいましょうか。アメコミと。で、検索すると、さっき作ったやつがね、ここに表示されます。で、これをこの中にね、ピッと読み込むと、こんな感じで追加されました。で、編集のところを見ると、こんな感じで、さっきね、自分で追加したものが全部入ってるんで、もうこれをね、全部打ち替えればいきます。例えば、アメコミ風で、サイズをこう調整して、フォントが気に入らなかったら、この中でね、変えることができるんで、こんな感じで。で、位置もこうやって調整できるし、回転もつけれるし、下地の色もここでオレンジとかにもできるし、もう便利っすよね。僕もちょっとね、今回初めてね、知ったんですけど、下地の大きさもこんな感じでね、なんかあれですね、数値の限界が、この下地の大きさのマックス値が32,768とかになってるんで、このスライダーで動かすととんでもない数値限界までいきますね。これ最大値とか決めれないのかな。これ40とかね、50とかにすれば、数値がすごく
変わるたびにこうねちょっと大きくなります。はい、で下地の縦横比もここでねこう X の値を大きくするとビヨンと伸ばすこともできるし、文字間も入れたんで文字間もこんな感じで広げたり縮めたりできます。で影の位置もこうねちょっと反対側がいいよって方は反対にすればいいので、そこは皆さんの好みに合わせてやってください。でトーンの濃さもこうやってねちょっと変えることができ、色周差も入れるとちょっとアメコミ感が増すといいですね。でこれ便利なのがちょっとビビったんですけど、このねアメコミ風のテロップ作るじゃないですか。でこれを折るとき Mac の方はオプションキーを押しながらドラッグするとコピーできるんですよね。で、てっきりコピーしたらもうそのまんま同じのが出て、文字をね例えば違う文字を入れると連動するのかなと思ったらそれぞれね全部どっちも別のになるんですよ。なんでこれねすごい便利でこうね作るじゃないですか。でまた上にコピーしてこうして全部違うんですよ。だから量産できるんですよね。喋りに合わせてポン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 みたいな。だから僕がさっきね冒頭でお見せしたやつも全部ねそんな感じでコピーしてるんで、プロで使えるアメコミ風のテキスト、しかもテキストボックスの自動調整付きで色も自由、フォントも大きさも文字間も自由に調整できて、なんと色周差もつけれることができるアメコミ風のテロップの作り方をこんな感じでねダダダダダッと上にコピペしていけば出来上がるという感じなんですよ。素晴らしい。こんな感じで、なんかねエッセンシャルグラフィックスいろいろ可能性があるなと思ったんで、今後ちょっとね、僕のねチャンネル見てるの方が結構 YouTuber の方であったり、VTuber の方であったり、ちょっとしたこう編集をね YouTuber 向けのコンテンツの編集されてたりする方が多いんで、そういう方がね使いやすいこういうテロップのコンテンツの作り方とかをちょっとシリーズ化してちょっとやっていこうかなと思いますので、そういう方はちょっとお楽しみにしていただければなと思います。で逆になんかそういう編集とかをしてて、なんかこういうテロップとか作ってほしいんだけどとかっていう依頼があればコメント欄の方にですね、残しておいていただければもうガンガン僕は作って全部チュートリアル化していくんで、ぜひね教えていただけると嬉しいです。というわけで今回はアメコミ風のね自動サイズ調整から色周差までつけることができたアメコミ風のテロップの作り方、またエッセンシャルグラフィックスの使い方を解説していきました。参考になったよって方は高評価またはチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。